通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースお時間です。さあ本日はですね、カード会社による検閲問題の話題になります。あれからもですね、コレクティブシャウトやカード会社をめぐるこの検閲問題ですが、大変混沌とした状況となっております。様々な報道を受けまして、マスターカードはね、自分たちは圧力をかけてないよという声明を出したんですが、それに対してですね、プラットフォームが反論しているようなんですね。本日はですね、現在の状況を整理しつつ、一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。以前もですね、このチャンネルで取り上げました、コレクティブシャウトとカード会社による検閲問題ですね。この話題ね、追ってる方も多いんじゃないかなと思いますが、これに関しましてはですね、日本の皆さんも現在の状況、ぜひ知っておいてもらいたいと思います。ちょっと本日整理していきますんでね。もうね、いかにこのカード会社がやばいのかというのがよくわかるんじゃないかなと思います。こちらね、ガーディアンになりますが、これまでの流れちょっとね、軽く振り返っていきたいと思います。過去2週間で、Steam や itch.io といった PC ゲームの代表的な配信プラットフォームから数千ものアダルト専用や NSFW、これは職場での閲覧注意というやつですね、のゲームが姿を消した。マスターカード、ビザ、ペイパルといった決済処理業者が義務付けたより厳格な規則への対応に追われたためだ。そしてここでね、はっきり書かれています。これらの規則はコレクティブシャウトという団体のキャンペーンを受けて制定された。同団体は決算処理会社に対し、様々な暴行をテーマにしたゲームを配信するプラットフォームへの支払い仲介をやめるよう求めていた。だが、新しい規則は受賞歴のある作品を含むはるかに幅広いジャンルのゲームにまで影響を及ぼしている。そしてね、これが報道されることにより大騒ぎとなってしまったんですね。で、これを受けましてマスターカードね、こういった声明を出します。こちらね、X でもポストされてますね。最近のゲームコンテンツに関する報道についての説明。マスターカードはこれらの報道に反し、いかなるゲームの審査もゲーム制作者向けサイトやプラットフォームでの活動への制限要求も行っていない。当社の決済ネットワークは法の支配に基づく基準に従って運営している。端的に言えば、当社ネットワーク上では合法的な購入は全て認めている。一方で、マスターカードが違法な購入、特に違法なアダルトコンテンツの購入に利用されないよう、加盟店に適切な管理体制を求めている。するとね、これ X ですから当然こちらですよ。コミュニティノートつきますよね。なんて言ってるのか。Steam と itch はアダルトコンテンツを削除したのはマスターカードを含む決済処理業者からの圧力によるものだと述べている。さらにマスターカードや他の決済処理業者には合法的なアダルトコンテンツを扱う日本の小売業者へのサービス提供を拒否してきたという記録された過去がある。ということでこちらもね、以前お伝えした通りですよね。各プラットフォームというのはカード会社からの圧力があったと言ってるんです。にもかかわらずマスターカードは今回、私たちは圧力をかけてませんよ、こういった声明を発表したんですね。とはいえね、皆さんお気づきかと思いますが、この一番最後にね、不穏な一文があるわけですよ。マスターカードは違法な購入、特に違法なアダルトコンテンツの購入に利用されないよう、加盟店に適切な管理体制を求めていると。すると今回このようになりました。Steam の運営元であるバルブが進行中のゲーム検閲をめぐるディスピュートでマスターカードに反論。ということでこちらですね、dispute とあります。こちらが本日のキーワードになります。dispute。特に労働者と雇用者、あるいは国境を接する2つの国の間で起きるような議論や対立。ということでこちらですね、dispute というのは紛争という意味になります。でね、ここにもありますが、つまりはこれね、議論や意見の不一致を指しているんですね。ですので、どちらかというとね、武力衝突というよりは、かなり感情的な意見のぶつけ合い、議論にすらなってないようなものですね。こういった争いのことを指しています。で、これもね、このチャンネルでたびたびご説明していますが、ここ冒頭に dis とあります。これはもともとラテン語でね、分けるとか、反対を意味しておりまして、で、この後ろのね、pute というのは、これも同じくラテン語で、putare から来ておりまして、これは考えるという意味ですね。つまり、反対のことを考える。だから紛争に発展すると。ですので、頭にね、このディスがつく。ここにもね、まさにありますが、ディスアグリーメントとあるでしょ。これ不一致という意味ですが、あとディスカッションね。このように頭にディスがついてると大体ラテン語由来と思っていいんじゃないかなと思います。ということでこちらのね、ディスピュートというのは、反対の考えのぶつけ合い、紛争ということになります。ということでこちらは、Steam の運営元であるバルブが、進行中のゲーム検閲をめぐる争いで、マスターカードに反論。2025年8月1日、マスターカードは、Steam や itch.io のようなプラットフォームに対し、ゲームの直接的な審査や制限の要求を行ったことを否定した。この対応は、報道の注目と世論の批判が高まる中で出されたものであり、マスターカードは自社の方針が道徳的な判断ではなく、合法性に基づいていることを強調した。そしてここですよ。しかし、この声明では、仲介業者を通じた
間接的な圧力については明確に触れられておらず、また違法コンテンツの定義についても一般的な法的基準を超えて具体的には説明していない。で、ここからはね、Steam がコタクに寄せた反論というのを掲載しているので、ちょっと直接ね、こちらコタクの方で見ていきたいと思います。コタクへの声明で、バルブの広報担当者は、マスターカードから直接の連絡はなかったものの、決済処理業者や銀行などの仲介機関を通じて懸念が伝えられたと述べた。担当者によると、決済処理業者は、マスターカードの規則 5.12.7 を引き合いに出し、Steam 上で違法コンテンツを管理するバルブの現行ガイドラインを拒否したという。ということで、つまり、カード会社とプラットフォームの間に入っている仲介業者がこれを拒否しているという話なんですね。じゃあカード会社悪くないよねということになりそうですが、事実上はこうなってるんですね。コタクに送られたバルブのメール声明にはこう記されている。我々が直接のやり取りを求めたにもかかわらず、マスターカードはバルブとの直接のやり取りをしなかった。マスターカードは決済処理業者及び加盟銀行とやり取りを行った。決済処理業者はその内容をバルブに伝え、我々は2018年以来の Steam の方針を説明し返答。決済処理業者はこれを拒否し、特にマスターカードの規則 5.12.7 及びマスターカードブランドへのリスクを理由として挙げた。ということで結局のところ、マスターカードはね、この間に入っている仲介業者の話しか聞かないということです。つまり、この仲介業者の意思決定がマスターカードの意思とイコールになってしまってるということなんですよ。反論は聞かないので。だからそこがマスターカードにとっての生命線なんですよ。我々は制限をしていませんよ。こういう風に言い切ることができるからくりになってるんですね。だからこれを考えるとね、以前、これあったでしょう。こちらはビザになるんですが、山田議員がね、アメリカのビザ本社にわざわざ出向きまして、ここにね、ありますが、合法コンテンツの取引の価値判断はしないという明言を得たと。これ今回のマスターカードと全く同じこと言ってます。このような言質を取ってよくやったって言われてたでしょ。これ、何の意味もないってことですよね。単純に自分たちが実行犯でないというだけにもかかわらず、こういった声明を平気で出せるって、やばくないですか？皆さんこれどう思います？で、こちらポリゴンもね、それを伝えています。では、もしビザやマスターカードがストアフロントにゲームの検閲を求めていないのだとしたら、一体何が起きているのか、答えははっきりしていない。というのも、バルブはマスターカードが Steam の運営元と直接話をしたわけではないが、代わりに他の決済処理会社、ここね、銀行などとあります。が、その問題を伝えてきたと主張しているからだ。バルブはコタクへの声明で、決済処理会社に対し、2018年以来、合法的に配信可能なゲームを配信するという方針を伝えたと述べている。つまり違法なものを配信していないと言ってるんですね。で、先ほどね、銀行からの圧力とありました。今回ね、このような大統領令が出まして、もしかしたらこの状況を打破できるんじゃないかと、ゲーマーたちは期待しているようですね。トランプ大統領の大統領令により、マスターカードとビザによるゲーム検閲が終了する可能性。2025年8月7日、トランプ大統領は、すべてのアメリカ人に公正な銀行業務を保障すると題された大統領令に署名した。この大統領令は、政権が政治的または違法なサービスの停止と表現する行為を抑制することを目的としている。この命令は、連邦の銀行規制当局が顧客の政治的または宗教的信条、あるいは合法的な事業活動への関与を理由に金融機関がサービスを拒否することを認めることを禁止するものだ。その幅広い文言はゲームコミュニティにも期待を呼び起こしている。とこのようになっているんですが、これに関しましてはね、現状今回の問題に対してクリティカルに効果がある大統領令なのかというと、ちょっとこれはわかりませんよね。なんですが現状ね、このタイミングでこういった大統領令というのが出てきまして、ゲーマーたちはね、この状況を少しでも打破できるのではないかと期待しているという状況なんですね。もうね、これに関しましては海外に来たちも激おこですので、ちょっとね、その反応一部見ていきたいと思います。あなたは法を遵守し、道徳的な判断は避けていると主張しているが、コレクティブシャウトのような過激派に影響され、その意向に沿うために方針の運用を変え、合法的な娯楽の幅広いカテゴリー全体を禁止している。これは Steam や itch.io が述べていることと真っ向から矛盾している。あなたは自らのプラットフォームを表現の自由や自分の顧客に対抗するための武器に変えてしまった。こちらレブさんいますね。YouTuber の方です。あからさまなガスライティングに頼るようになったか。動揺してるな。このまま圧力をかけ続けろ。で、合法的な購入ってどうやって判断してるんだ？感覚で決めているのか？クソみたいなルーレットでも回してるのか？完全に合法的なコンテンツがお前らのクソみたいな規制のせいで検閲され隠されているんだぞ。この件で俺たちをガスライティングしても無駄だ。なんで嘘をつくの？合法的な購入の全てを認めているのに、なぜフィクションのゲームには反対するんですか？それは違法ではありません。にもかかわらず販売を禁止しているという事実が証明されています。もしかして俺たちのことをバカだと思っているのか？
ここね、ワンちゃんも言ってますよ。お前らが何なのか知ってるぞと。こちらね、日本人の方の反応を見ていきましょうか。こちら今回の件の証明活動についての記事ですね。かなり問題でしょう。クレカ会社の検閲は本当に深刻。表現の自由を守れよ。現実と非現実は違います。アニメやゲームの表現を守れよ。なぜクレカ会社ごときに奪われなきゃならんのや。これゲームだけだと思ってると足元救われるやつだよな。たかが決済代行会社のくせに検閲官気取りか。で、現在ですね、こちら同じくオートマトンからね、こんな記事も出ておりまして、猫又おかゆ主演、純愛ノベルゲーム、おかゆニウム、スチーム版、リリース前日に突然無期延期に、初版の事情により。本作は、ホロライブ所属の猫又おかゆさんをメインヒロインとする純愛ノベルゲームだ。開発元のエンターグラムは、初版の事情により配信開始を延期するとだけ説明しており、詳細は不明。考えられる理由としては、バグの存在などでリリースの準備が間に合わなかったり、Steam の審査承認がまだ降りていなかったりといったことがありそうだ。特に後者に関しては、最近では、決済代行業者などによる事実上の表現規制が Steam にも及んでおり、一部ではその影響を疑う声もある様子。ただ、エンターグラムはあくまでも配信延期としているため、リリースすることを前提に対応に動いていることが伺える。ということで、これに関してはね、なんで突然延期になってしまったのかというのは全く分かっていないんですが、やっぱりこれもね、今回の Steam の表現規制に引っかかってしまっているんじゃないかと、そういう声もあるようなんですね。はい、ということで本日はですね、先日出されましたマスターカードによる釈明。プラットフォーム側はこれに対して真っ向反論しているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。今回の件に関してはね、そのクレカ会社と中間業者というのがどういった力の比率で動いているのか、そこにどういった力学が働いているのかというのは詳細まだわからないんですね。当然ね、中間業者に対してのクレカ会社からの見えざる圧力というのもあるでしょう。中間業者に丸投げしていて、その方が自分たちは責任逃れできるという算段がカード会社にあるのかもしれません。ただいずれにせよ、それによってカード会社は自分たちは直接手を下してませんからという言い訳をしている。こういった構造ということなんでしょうね。いやーでもどうですか。その状況下でこの声明を出せる神経、凄まじいですよね。開き直りにしか見えませんけどね。だから結局ね、このカード会社はプラットフォーム側からの連絡は受け付けないということなので、やっぱりね、ここが生命線なんでしょうね。それ受けちゃうと自分たちが判断してるってことになっちゃうんで、いやほんとね、こんなのがまかり通ってるっていうのがにわかに信じられませんが、いやだってね、これってよく映画で見る、お前の娘あそこの学校に通ってるんだったよな、貴様俺の家族に手を出すなーっていうあれでしょ。全人類が映画で100万回見たと言われているあれでしょ。直接言ってなければやってないみたいな、この感覚っていうのはもうね、ピアなんですよ。もうね、ピアなの。ちょっとね、もう大きな力を持ちすぎたのかもしれませんよね。ぜひこれについてはね、皆さんの意見も聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。